こんにちは、花森です。今日は私の iPhone の中身をご紹介したいと思います。まず、ロック画面の待ち受けは犬山春菜さんというイラストレーターの方がいらっしゃるんですけども、その方が配布している壁紙を使っています。もう4月なのでちょっと季節は違うんですが、ミモザのイラストがとても可愛かったので、こちらを使わせてもらっています。はい、iPhone の中身の1ページ目はこんな感じです。私はガジェットとか機械とかあんまり得意じゃないので、そんなに目新しいアプリとか機能とかは入れてないです。一応上から順番にご説明していくと、一番左上はカレンダーですね。これは本当日付を確認するためだけにしか使ってないです。で、その隣時計は目覚ましをもう iPhone しか使ってないので、時計はもう目覚まし用として使っています。で、その隣設定とカメラはもう皆さん使われているものと一緒なので飛ばします。2段目の一番左、乗り換え案内は私は Yahoo のものを使っています。ジョルダンとかもあるんですけども、なんかやっぱりYahoo の乗り換え案内をかなり長い間使ってたので、一番馴染みがあってずっと使っています。その隣 Google マップです。私はもう自分でもびっくりするぐらい方向音痴なので、もうこの Google マップ大先生がいないと生きていけないです。その隣のメモ機能は私かなりの頻度で使っていると思います。買い物行く時にも全部このメモに必要なものをリストアップしておいて使ってますし、あとは動画の企画とか外でパッと思いついた時に全部このメモに記載をしています。このメモアプリだと写真を PDF で保存したり、あとチェックボックスを作ったり、簡単な罫線とかも引けるので本当に便利なので、ぜひ使ってない方は一度使ってみてください。で、その隣は写真フォルダですね。これも皆さんと一緒だと思うので飛ばします。で、3段目の左、Gmail とその隣の Google カレンダーなんですが、これはお仕事用に主に使ってます。外でメール返したりとか、あとお仕事のスケジュールとかを確認するのは全部この2つでやっています。一応紙のスケジュールも持ってるんですが、そっちはもう目標管理のために使ってるので、仕事の予定は全部このオンライン上で Google カレンダーを使って管理しています。で、その隣は Suica なので飛ばします。次、右の Spotify は毎日使ってると思います。ちょっとまだ朝眠かったりとかするので、タスクをやりながら音楽を流すっていうのが毎日の決まりだったりします。で、その隣ラジコはこれも毎日使ってます。どういう時に使うかというと、まず朝起きて布団の中で SNS をチェックするんですけども、ラジオを聞きながら SNS を見てます。あとは料理をする時、無音だとすごい寂しいので、いつも何かしらのラジオをかけながら料理してますね。誰かの声が聞きなくなった時にラジオってめちゃめちゃいい、個人的にはいいと思ってます。やっぱりフリーランスになると人の声を聞くことがすごく減ってしまうので、ラジオがあるとなんて言うんですかね、すごい安心します。もう私の生活はラジオがないと今やっていけないかもしれないです。ちなみによく聞いているラジオ番組は、朝は住吉美紀さんのブルーオーシャンを聞いて、夜というか夕方ですかね、夕方はマンボウヤシロさんのスカイロケットカンパニーを聞きながらなんか作業したりとかもしています。はい、で、その隣は私 Google をメインの検索機能として使ってます。で、いつでも電話っていうのは今 LINE モバイルを契約してるので、どうしても電話かけなきゃいけないっていう時はこのいつでも電話を使ってます。まあでも最近は LINE でほとんど連絡してしまうのであんまり使ってないです。で、次、
写真&動画フォルダっていうのがあるんですが、ここには7つアプリを入れてます。このステージカムっていうのが無音カメラですね。あんまり使わないですが、例えばカフェとかセミナー中とか、あんまりカシャって音出すと良くないなって時に使ったりします。次、その隣はビスコという写真加工アプリです。よくコメントで写真アプリ何使ってますかっていただくことがあるんですが、私はもうこのビスコしか使ってないです。iPhone 11 Pro もしくは一眼カメラで撮影した後、もうこのビスコだけで編集するっていうのが流れです。よくフィルターについても質問いただくのでお答えすると、ほとんど A6 フィルターを使ってます。もしくは写真によっては A8 とかも使ったりすることはありますね。はい、でその次はキャンバというアプリです。キャンバはインスタグラムの投稿用に使ってます。もうほとんどこれしか使ってないですね。いろんなテンプレートがあって、例えばインスタグラムの投稿とかストーリーとか本当にたくさんあります。ここから好きなテンプレートを選んで自分の写真を入れるような流れです。とても使いやすくて愛用しています。 DJI Fly っていうのは今お家にドローンがあるので、ドローンを操作する用のアプリです。で、真ん中はこれは今無料版か何か私は使ってるんですが、自分の動画をダウンロードする用のアプリです。で、その下2つ YT カウントと YT スタジオっていうのは YouTube クリエイターのための分析アプリです。はい、でこの楽天っていうフォルダはもうほんとそのままで、楽天をよく使うので楽天市場、楽天ペイ、楽天ルームを一つのフォルダにまとめているものです。次、お仕事フォルダにはお仕事に関するアプリを入れていて、計算機とか、あと8は名刺管理アプリです。昔は紙でいただいた名刺とかをもうそのままファイリングしてたりしたんですが、結構膨大な量になるので、もう今は名刺をいただいたら8でデータ化して、でそのままデータ保管という感じです。データ保管すると何がいいかって、会社名で検索したりとか、あの人の会社は覚えてるけどお名前何だったかなっていう時に検索ができるのがいいところだなと思います。でその隣は Google のドライブですね。外出先でドキュメントだったり、あと Google スプレッドシートを見るように入れてます。で最後フリーは今特に税理士さんとかついてもらってないので、自分で会計の記録とかつけるためにフリーを使ってます。その隣のお料理おうちフォルダには Pinterest とクラシルのアプリを入れてます。私 Pinterest めちゃめちゃ好きでよく使ってるんですけども、結構知らない方いるって聞きました。どうなんですかね。Pinterest はいろんな写真、インスタみたいな感じではあるんですが、世界中のお家とかイラストとかおしゃれなものがたくさん見れるので、私はよく見てます。Pinterest で好みのお家見つけたりとか、あとイラストとか見て良さそうなの保存したりしてます。でその次クラシルはお料理アプリです。以前出したナイトルーティンでバンバンジェのレシピが出てたと思うんですが、あれもクラシルさんのレシピです。すっごい美味しいのがたくさん載ってるので本当におすすめです。次、ポイントフォルダです。紙のポイントカードはもう使わないっていうふうに決めたので、こういうアプリがあるものに関してはたまに使ったりします。今はヤマダ電機と無印良品、GU、ビッグカメラ、ユニクロだけ持っています。次は美容と服フォルダは美容院予約する時のホットペッパーとか、あときなりのさんのアプリが好きなので、
ひなりのさんと、あとは服関連でペアと ZOZO タウンも入れてます。あとこの暮らしフォルダは結構ごちゃごちゃに入れちゃってるんですけども、 Amazon とか、あと動画関連の Amazon プライム、Netflix、メルカリと、あとこのこれ洗えるっていうのはライオンさんが提供されてるアプリで、洗濯表示をこうやって選んでいくと、この衣類をどうやって洗ったらいいか教えてくれるんですよ。なので洗濯苦手な方とか、これ本当にお家で洗えるのか気になる方はぜひダウンロードしてみてください。たまに迷った時にこれに聞くことあります。一番右は新幹線の予約アプリです。で、最後このその他のフォルダはあんまり使ってないとか、どこのフォルダに入れたらいいかいまいちわかんないっていうのをとりあえずここに全部入れちゃってます。で、下の部分によく使う SNS、LINE と Instagram、Twitter と YouTube を置いています。はい、参考になるかはわからないんですが、以上が私の iPhone の中身です。皆さんここまでご視聴ありがとうございました。花森でした。